ちは。テクテク日本語教師のたまです。この番組は日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。日本の生活や文化、日本語のことについてできるだけわかりやすい日本語でお話しします。今日は皆さんとお箸についてお話ししたいと思います。お箸、ご飯を食べるときに使う2本の細い棒ですね。皆さんは普段お箸を使いますか？ご飯を食べるとき、食事をするとき、何を使いますか？先日、私は新しいお箸を買いました。今まで使っていたお箸が古くなってしまったためです。お箸の先の方、口に入れる部分がすり減ってしまったんです。すり減るというのは、こすられて少なくなるという意味です。お箸の先がすり減って、細くなって弱くなってしまったんですね。それで新しいお箸を買ったんですけど、さて、この今まで使っていた古いお箸をどうしようと思ったんです。普通の道具なら使わなくなれば捨てますよね。でもお箸の場合、どういうわけかそのままゴミ箱に捨てる気になれないんです。抵抗がある。そのまま捨てたくないという気持ちがあるんです。これ、若い人はあまり感じないかもしれないですが、私くらいの年代の人はわかるんじゃないかな。お箸をゴミ箱に捨てるのはあまり良くないことと感じてしまうんです。それじゃあどうしたらいいんだろうと思ってちょっと調べてみました。古くなったお箸はどうしたらいいかというと、一番いい方法は神社やお寺に持って行ってお焚き上げをしてもらうことだそうです。お焚き上げとは、大切にしていたものを感謝の気持ちを込めて燃やして天に返す儀式です。古くから日本では直接口をつけるお箸には使った人の魂が宿ると信じられていました。自分がいつも使っているお箸には特別な気持ちや思いが込められているということです。だから同じお箸をみんなで使うのではなく、一人一人が自分だけのお箸を使います。この風習は日本独特のものだそうです。自分専用のお箸がある、そのくらい大切なものなんですね。さらにお箸には神様と人をつなげる役目があると考えられていました。箸という言葉は橋、ブリッジと同じ発音ですね。アクセントは違うんですが、橋、橋。これ文字で見た方がわかりやすいので概要欄に書いておきますね。お箸は神様と人をつなげる橋として特別な道具と考えられていたんです。自分の魂が宿り、神様とつながるお箸。だからこそ捨てる時も簡単に捨てるのではなく、神社やお寺に持って行ってお焚き上げをしてもらう。まさに日本の文化ですね。世界にはお箸を使う国、地域がたくさんあります。調べてみたら、お箸を使う文化圏は世界の約 28%。日本、中国、台湾、韓国、ベトナム、タイ、シンガポールなどです。でも、お箸だけを使って食事をするのは日本だけだそうです。中華料理はレンゲを使いますし、韓国料理も金属のスプーンを使いますよね。
日本のお箸の文化、調べてみたらいろいろ面白いなと思いました。それで、お箸をどうやって捨てるかという話ですが、実際にお寺や神社に持っていくことができない場合もありますよね。なので、家でゴミ箱に捨てる場合は、白い紙の上にお箸を置いて、塩で清めて、包んで捨てるのがいいそうです。命を支える大切な食べ物をいただいたお箸、感謝の気持ちを持ってさようならしたいですね。では、今日の単語を復習しましょう。ウェブサイトにスクリプトがありますので、皆さんどうぞ利用してくださいね。それでは始めます。1、すり減る。すり減る。2、抵抗がある。抵抗がある。3、お焚き上げ。お焚き上げ。4、儀式。儀式。5、宿る。宿る。6、文化圏。文化圏。7、清める。清める。このポッドキャストのスクリプトがウェブサイトにあります。それから YouTube でも字幕、サブタイトルをつけてアップしています。読みながら聞きたい人は YouTube でも聞いてみてください。日本語の字幕と英語、中国語の字幕もあります。英語と中国語は自動翻訳、コンピューターの翻訳を私が少し直しています。でも専門の翻訳ではないので間違っているところもあると思います。参考程度に見てくださいね。皆さんからのメッセージもお待ちしています。概要欄にメッセージフォームのリンクがあります。Spotify のスマホのアプリでもコメントが書けます。YouTube のコメント欄でも OK です。このポッドキャストを気に入っていただけましたら、フォロー、評価いただけるととっても嬉しいです。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは今日はここまで。また次回お会いしましょう。